皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月、11月、12月と3ヶ月をまとめて星の解説させていただきます。もう残り3ヶ月しかないということで、有意義に過ごせるように星を解説するんですが、タロットと違って星の動きっていうのは私たちの意識で変えられない部分なので、運勢、天気予報として活かしていただければ嬉しいです。そして最後にはタロットでも3ヶ月分まとめて気をつけることを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。ではここから乙女座さんの3ヶ月をお伝えします。まず10月なんですが、10月は自分の価値が増えたり、お金のことに意識が向きやすい1ヶ月です。お金のことに意識が向くっていうのは良くも悪くもなので、うまくいってる方、ここまでの流れが良かった方にとってはお金を得られるとか、もっと継続して何かを肥やしていけるっていう風になりますし、もしもですけど、これまでずっと借金してましたとか、もう誰かに借りて返してませんっていう方は、もうこれ以上借りれないよっていうようなお金に対しての何か区切りがつくような1ヶ月になりそうなんですね、この10月は。特に10月15日っていうのは日食がありまして、また29日も月食ですし、日食月食っていうのは普段の新月満月よりもさらに強いエネルギーとして私たちは体感で感じるので、無意識だったとしても。なので何かね、普段以上のエネルギーっていうものがうごめいているっていう感じがするんですね。なんかボルテックスの中にいるみたいな。でそれが特に自分の感覚や価値、お金、金銭、自分が頑張って得ることに関して強調されているので、中にはものすごく感覚がすごく鋭くなりました。なんか直感が冴えますとか、もしくは今まで食べれたものが食べれなくなりましたとか、何か味覚的にねダメになりましたっていう方もいらっしゃるかもしれないし、自分の感覚を生かして何かを生み出していく、手にしていくということで、経済をもっと安定して、もっと上の段階で何かを手にしていくっていうふうに使える方もいらっしゃいます。もうプラスにもマイナスにも働くので、ぜひ皆さんに今の状況を踏まえて生かしていただきたいんですが、ちょっとヒントとして、この日食月食の時っていうのは体調を崩される方も多いんですね。それは新しい自分になるための調整が行われていると思ってください。分かりやすく言うとなんですけど、本当にお金のことですごく意識が回るか、もしくは自分の体感とか気質とか感覚が変わってくるからなので、本当に何かあれ前は好きだったのに好きじゃないなとか、今まではこれにつぎ込んでたけどつぎ込みたくなくなったとか、別につぎ込むことが出てきたとかっていう、そういう変化を通して新しい自分になっていくんですが、その時少し何かトンネルの中を抜けるようなね感覚があるかもしれません。でそのトンネルの中を抜けてる間っていうのはちょっと暗いし、これうまくいってるのかな、どうなのかなっていうふうにわからないんですけども、必要なプロセスなので、それを抜けた後はすがすがしく自分らしくいられるっていう感覚だと思います。なのでちょっと調子悪いなと思ったらゆっくり休むようにしてください。そしていつも以上に臨時出費があったなと思っても、それによって自分が何を得られたのか、どんな経験ができたのかっていうことを自分がキャッチできれば、それはプラスに生かせます。おそらく今後の収入に対しての何か策を練るっていうふうに使えそうですけどね。10月24日以降はね、また流れが変わってきます。コミュニケーションが活発になったりとか、隣の人とよく話すとか、ネットを通して SNS の活動が活発になったりしやすいので、コミュニケーションはとてもいいですね。29日の月食あたりも自分が考えていることと遠い世界のものが引き合うみたいなものがあるので、自分の考えを発する SNS で発することによって遠くの誰かが受け取ってくれるってこともありますし、または自分にはないわと思っていたもっと必要な専門知識とかも誰かの調べることによって遠くから引き寄せられるということもありますし、非常にこれは軽快ないいエネルギーとして使えます。29日だけじゃなくて、その後の30日も31日も結構ビジネスとかコミュニケーションにはとてもプラスに活かせる流れがありますので、乙女座の皆さんはね、知識を得ることによって何かを打破していける流れになると思います。そして11月は好奇心の赴くままに進んでいける動きの早い1ヶ月になりそうです。
これが先ほど言った10月も29日あたりから10月の末から来てるこの流れで、とても流動的なんですね。必要なものはすぐ入ってくるとか、もうやりたいと思ったらすぐ行動するとか、とても活発な流動的なエネルギーなので、この流動的に動いてるエネルギーをどのように生かすか、どっちから風を吹かすかによって、そのエネルギーがどっちにでも活かせるっていう形になるので、ね、ビジネスで使いたいのかプライベートで使いたいのか、何にでも使ってもらって大丈夫です。一番のメリットとしては、自分の思考とか考えが広がるよっていう時なんですね。小さな自分だけの考えで収まるのではなく、あ、そんな考えがあったのとか、その自分が飛ばしたものっていうのが誰かがキャッチしてくれることによってすごい倍になって帰ってきたりとか、いろんな遠い人とかネットを通してもですね、いろんなつながりができる時なので、すごく意識とか好奇心とかワクワクが広がるっていう時になります。なのでそのね、好奇心を止めないでほしいなと思います。特に11月13日が新月なので、この新月あたりで湧いてきてる感覚に忠実に願いを意図してみてください。そして18日とかはとっても行動力もあるので、本当に欲しいと思ったら調べに行くとか、知りたいと思ったら現地まで行くとか、そういった動きができるんじゃないかと思います。そして11月22日以降ですね、もしくは24日ぐらいから、22、23、24日ぐらいから自分のねテリトリーで頑張ろうとか、自分の落ち着く場所を固めていこうっていう流れになります。これは心が安定する、生活とか人生の土台を温めましょうっていう感じになるんですね。あまり気づかないエネルギーかもしれませんが、簡単に言ってしまうと、心が落ち着くことを求めているっていう感じなので、何かリスクを背負ってでも何かに挑戦する、そういう興奮剤が欲しいとか、なんかリスクがあってもやってみたいとか、なんかドキドキハラハラっていうよりも、心が落ち着くことに焦点を当てて、そこを肥やしていきましょうっていう流れになってくると思います。それがいわゆるもう11月の前半までに十分活性してますから、好奇心とかいろんなものが、そこで得たものを鎮静させていく、もうたくさん、なんかまた変な例えで申し訳ないですけど、バーゲンとか行って、わあこれも欲しいあれも欲しいってわーって買ったものの、実際に並べてみて、これは本当にいる、これは本当にいらないとか、これはこれに使えるっていうふうにきれいに整理するみたいな感じで、一旦全部受け入れたものを取捨選択して整理して収めていくっていうような流れが、11月末以降なんですね。これが12月の流れになります。ですから12月はここまで得てきた情報や知識、経験、可能性っていうものをきちんと整えて収めていく1ヶ月になると思います。でやはり人ってね、マインドが整うと全てが幸せに見えるっていうのがあるので、もしかしたら今年いろいろパートナーシップの学びがあったとか、契約でちょっと嫌な思いしたとか、何かそういうすり合わせっていうものがあったとしても、そこに恩恵としてね、でもものすごい可能性が開かれてるからこそ、そういうすり合わせがあったんじゃないかとか、それを解決するために必要な知識っていうのをさらに得られたんじゃないかっていうような、プラスマイナスゼロでいろいろあったなっていうことを全部消化していく、自分の血肉にして、これが私の豊かな生活だみたいに収めていくっていうのが12月なんですね。で12月は13日がいて座なので、ここで改めて自分がどう生きたいかとか、どのような環境で過ごしたいかっていうことを考えるのも、意図するのもとてもいいです。ここからちょっと1月2日まで彗星逆行しますので、新しい企画に関しては十分に注意してください。想定通りじゃない何かが出てきたりするので、変更できるように調整していく、ゆとりを持たせておくっていうのがいいと思います。この3ヶ月ちょっとまとめますと、10月はね、日食がありますが、自分の持ってる感覚や価値観っていうものがもう一度現れて、そして自分だけじゃない他者から与えられるもの、自分が引き寄せてるこの運っていうものを感じながら、10月末から11月っていうのはとにかくいろんな可能性を引っ張り寄せる、全部もらうみたいな、もうクジラが全部丸ごといろんなものを飲み込むぐらいの感覚でいろんなものを飲み込んで吸収して、12月はその中から取捨選択して整えていくっていうことがあるんですね。でもトータル的に見て2023年っていうのは本当に可能性が広がってる年なので、これはまだ来年の前半も続きます。そして来年1月末ぐらいからは
その健康も含めなんですけど、生活スタイルが変わるよっていうことがありそうなんですよね。でこれは今年の3月から5月ぐらいに経験したことがまたね違う形で体験できるっていうのがあるので、今年何を学んだかっていうのを踏まえて来年そうやって生かしていけるんですね。で特に来年の後半だったらまた仕事もとてもいいですから、働き方や環境変わるのかなっていう感じがします。また2024年の星の動きに関してはカペラノート2024年版が今もう予約受付していますので、そちらでたっぷりと書いています。毎月の星の動きやこれにいい日っていうね日を印がつけてあったりとか、乙女座さんの流れ1年通してこうだよということも書いてありますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。なんか来年に向けての準備が始まってるなっていう感じはしますが、でも楽しいのは11月ですよね。10月はでも自分のね感覚を信じて、あまりお金のことはあんまり不安にならない方がいい気がしますね。いくらでも自分の感覚さえ肥やせれば、いくらでもそれがお金になるっていう感じがするので。ということでこれを踏まえてタロットも見させてください。タロットも3ヶ月にします。基本的にはやっぱりねものすごく満たされてるというか恵まれてる応援されてるんですね。